え、嘘でしょ。なんと、私の荷物が私の部屋からなくなっていたのだ。振り返ると、長男嫁がニヤニヤ笑っている。お母さんの荷物は全部ゴミ置き場に捨てたわよ。私はすぐに家を出てゴミ置き場に向かった。すると長男嫁の言う通り、乱雑に私の荷物が置かれていた。もう我慢できない。私の中で何かが切れた。そしてある行動に出ることに。一体どういうことよ。どうしてお母さんが。慌てふためく長男嫁。だがもう遅い。どうやら、あなたたちは怒らせる相手を間違えたようね。私はのぞみ、62歳の主婦だ。夫とは結婚してもう30年以上になる。私たちの夫婦仲はそれだけ長く結婚生活を続けていてもよくて、今でも私たちは夫婦でいろんなところへ出かけている。二人ともアクティブなので、登山を一緒にすることもあるし、ドライブに行ってそのまま地方で一泊したりなんてこともある。最近は果物狩りに行って、美味しいイチゴをたくさん取ってきた。私はお菓子作りも好きなので、スポンジからケーキを作って、イチゴのショートケーキを夫と一緒に食べたりもした。こうやって幸せで豊かな時間を過ごせているのも、夫という大好きなパートナーがいるからだろう。これからも私は、夫と二人で幸せな時間を過ごせると思っていた。だがそんな中、思ってもいないことが起きた。あら、マサト。久しぶりね。一体どうしたの？母さん、ごめん。助けてほしいんだ。何があったのよ。顔を青くしながら、息子のマサトが私のもとを訪ねてきた。息子は大学を卒業後、就職をしたことをきっかけに一人暮らしを始め、それから数年後に結婚をした。結婚生活ももうすぐ5年になろうとしていて、幸せな生活を送っていると思っていたのだが、何かあったのだろうか。息子の切羽詰まった様子に、私は一気に不安になった。実は、俺会社をクビになっちゃったんだ。クビ。どうしてそんなことに？なんか、会社の経営があまりうまくいっていないみたいでさ。何人かがリストラの対象になったんだけど、俺もその中に選ばれてしまって。そうなのね。だけど俺にはユカもいるし、生活を守っていく義務がある。無職だったら家賃すら払えないし、助けてほしくて。それは大変ね。一体どういう風に助けてほしいの？私がそう聞くと、息子はこんなお願いをしてきた。ここで母さんたちと同居させてほしいんだ。同居。私は息子がそんなことを言ってきて驚いた。てっきり、私たちにお金の援助を頼んでくると思ったからだ。そして同居を驚いている理由の一つが、息子の嫁であるゆかさんのことだ。長男嫁はおそらく私や夫のことが嫌いだ。それは以前、長男夫婦が我が家にやってきた時のこと。お母さんたちってなんかみすぼらしいですよね。私の親はもっと豊かで贅沢を楽しんでますよ。服だって全部ブランド品だし、海外旅行にだってよく行ってますし。まあ私たちは割とアウトドアを楽しむことが多いから、汚れてもいい服を選ぶことが多いかもね。いやいや、強がらなくていいですよ。貧しいことは恥ずかしいかもしれないですけど、まあ仕方のないことですからね。長男嫁と私が二人きりの時に、彼女にそんなことを言われたのだが、私はびっくりしてその時は何も言えなかった。どうして、そんな風に馬鹿にされなければいけないのだろうか。私はこの時に一気に、長男嫁のことが苦手になってしまった。夫にこのことを話すと夫も呆れていた。その後も長男嫁は、どこか私たち夫婦を馬鹿にするような態度をとってきた。長男と長男嫁は合コンで出会ったそうなのだが、長男嫁は長男が働いている会社が大手企業だから、
親である私たちのことを勝手に金持ちだと思っていたそうだ。だが結婚の挨拶の時に、私たちの格好を見て貧乏だと思ったらしい。確かに私たちは服装にあまり興味関心がないというか、ブランド品とかはあまり身につけていなかった。だがそんなことで勝手に貧乏扱いされても困る。長男嫁は私たちに興味がなくなったようで、バカにするだけして私たちの仕事のこととか特に聞いてくることはなかった。長男嫁が何を話したのか知らないが、両家の顔合わせの時も相手の親ですら、私たちのことは聞いてこなかった。そして長男は私たちのことを守ったり、かばうこともしなかった。だんだんと長男嫁は調子に乗っていき、私たちと顔を合わせるたびにバカにしてくるようになった。何ですかこの料理。ブリの照り焼きだけど。貧乏臭。こんな貧乏臭い料理食べたことないんだけど。私の家ではキャビアとかもっと高級なものが出てたわ。そうなのね。我が家で長男嫁は、そうやって私が作った料理をバカにしてきた。私は母さんの料理が好きだがな。そうやってバカにするのはどうかと思うよ。夫がそうやってかばってくれると、長男嫁は夫にも悪態をつくようになった。貧乏舌なんですね。安上がりでいい亭主は楽なんですかね。そんなことを言ってくる長男嫁。そして長男は、そんな長男嫁を止めようともしない。そういう感じで長男嫁と私たち夫婦は関係性がかなり悪い。だからいきなり長男が同居したいと言ってきて驚いたのだ。ゆかさんは同居についてなんて言ってるの？あの人が同居を承諾しているとは思わないんだけど。いや大丈夫だよ。ゆかが提案してきたんだ。ゆかさんが。私は長男嫁が提案したと聞いて私は驚いた。今までの私たちと長男嫁の関係性を考えると、絶対に提案なんてするはずがないからだ。ちょっとお父さんと相談をさせて。わかった。でも俺たち本当に切羽詰まってるから、早く返事をしてね。私は仕事から帰ってきた夫に、すぐに相談をした。ゆかさんが同居を提案した。夫も私と同じように驚いていた。でも、マサトが仕事をクビになったのはかわいそうだな。そうなのよ。マサトのことを考えると、助けたいなと思うのよ。そうだな。そして夫と私は条件付きで長男夫婦との同居に承諾した。同居を承諾してくれるの？ああ。だけど条件がある。条件いい。それはマサトが次の仕事を見つけるまでだ。大手企業で働いていたんだから、貯金などもあるだろう。仕事がない間は不安だろうから、この家で暮らしてもいい。だが仕事を見つけて、なるべく早く出ていくようにしてくれ。夫が真面目な顔でそう言ったので、息子も真顔になって、わかったと言って条件を飲んだ。それから1週間後、長男夫婦が家にやってきた。お久しぶりです。お母さん、お父さん。久しぶりね、ゆかさん。これからよろしくお願いします。私たちは長男嫁がどういう態度で来るか心配だったが、意外にもおとなしかった。まあ、息子がリストラにあって助けを求めてきたわけだから、上から目線で来られても困るわけだが、こうして始まった同居生活。長男嫁は特に目立った発言をするでもなく、本当におとなしかった。まあ、それでも家事とかはせずに、ゆっくりしてだらけていた。そして気になったのは、長男もだらけていたことだ。まあ、まだここへ来て数日だからかもしれないが、それでも早く仕事を探してほしい。すぐに仕事が決まるとは限らないのだから。私はやきもきしながら日々を過ごしていた。気がつけば半月ほどが経っていたが、長男はまだ仕事を探していなかった。さすがに私も夫もそれを見過ごすことができなかった。
ちょっとマサト、いつになったら仕事を探すの？あ、うん。一応探してるよ。だけどネットを見ても、あんまりいい求人がなくてね。そうやって、ネットで自分で探してるだけじゃダメだろ。ハローワークに行って、仕事を紹介してもらった方がいいんじゃないのか。いやいや、そんなの嫌だよ。どうして？俺が望んでいるような仕事ができなさそうだし。そんなこと言っていたら、仕事なんて一生決まらないわよ。俺たちは早く出て行ってくれって言ってるだろ。早く仕事を見つけないとダメだろ。私と夫がそのように言うと、長男嫁が話に割って入ってきた。困っている息子にそうやって追い込むなんて最低な親ですね。マサトはクビになって心に傷を負ってるんですよ。だから仕事を探すのもなかなか進まないんですよ。そうだよ。俺はまだ本調子じゃないんだよ。だから許してくれよ、な。私と夫は長男がそうやって言ってきたので、仕方なく今回は見逃すことにした。そうやって精神的に余裕がないなら、病院にも行ったら。そうだな。心療内科とか精神科とかに診察をしてもらった方がいいかもしれないな。だが私たちがそう言うと長男夫婦は、それは必要ないと言った。どうして？仕事を探せないほどに心が病んでいるのは問題でしょ。お金がもったいないから。結構、ああいうところって高そうだし、少し休めば元気になるから。私たちがいくら診察を進めても息子は、頑くなに病院に行こうとしなかった。そして仕事も探そうとしなかった。気がつけばもう2ヶ月ほどが経っていた。そして長男嫁の態度も、だんだんと昔のようにひどくなっていった。お母さん、何ですか？この料理。前々から思ってたけど、本当に貧乏くさい家庭ですよね。地味すぎて、こんなの食べてるなんて友達に言えないわ。どうしてそんなことを言われないといけないのだろうか。じゃあ、食べなくていいわよ。お金を家に入れているわけでもないのに、そんなこと言われる筋合いはないわ。私は腹が立ったのでそうやって言って、長男嫁の前に置いていた料理を取り上げた。ちょっと何をするのよ。だって、こんな料理を食べているのは恥ずかしいんでしょ。だったら食べないでちょうだい。食材がもったいないわ。そうだな。ただ飯くらいのニートのくせに何生意気なことを言ってるんだ。夫も私に乗っかって長男嫁にそう言った。すると長男嫁は顔を真っ赤にして怒った。ひどいわ。どうしてそんなことをできるのよ。私を飢え死にさせる気。こんなの嫁いびりよ。お腹が空いているならカップ麺を食べればいいでしょ。私の料理よりはマシなんじゃない？私たちはいくら長男嫁が怒っても動じなかった。そうだな。カップ麺ならいろんな刺激的な味があるし、妻の料理よりは君に合うんじゃないか。おい。母さんたち、そんな風にユカのことをいびらないでくれよ。だったら、お前がちゃんと嫁に態度を改めさせればいいだろ。そうよ。今後は私たちはあなたたちのために家事はしないわ。な。俺のご飯もなくなるのか？ええ、作らないわ。今まで随分と甘やかしすぎたわ。自分たちのことは自分たちでやるようにしてちょうだい。そんな。私は今回のことを機に、長男夫婦の分の洗濯や料理をしなくなった。本当に料理が用意されていないことに、長男夫婦は驚いていた。母さん、本当に用意してくれてないのか？俺は毎日カップ麺とか嫌なんだけど。だったら、ゆかさんに作ってもらったらいいじゃない。はあ、なんで私が作らないといけないのよ。そんなのあんたの仕事でしょうが。そうやってひどい態度を取るなら絶対に作らないわ。ひどい。どうしてそんな仕打ちをするのよ。私は当たり前のことをしてるだけよ。最低。
なんで私がこんな目に遭わないといけないのよ。長男嫁はそうやって叫んでいたが、私は無視をした。長男夫婦は仕方なくカップ麺を食べていたが、相当苛立っていた。こうやって私たちが厳しくすることで、早く家を出て行きたいと思うだろう。そういう風に接していたのだが、そんな中で思いもよらないことが起きた。それは私の夫が急病で倒れてしまったことだ。そして夫は、そのまま入院をすることになってしまった。私は毎日病院に見舞いに通った。だが夫の容体はなかなか回復せず、長期入院をすることになった。そのため私は長男夫婦に対して構っている暇がなかったので、長男夫婦は調子に乗り始めた。お母さん、邪魔なんですけど。ちょっと何するのよ。自分たちで用意しろって母さん言っただろ。だから俺たちが今台所使ってるから。そう言って、長男夫婦は冷蔵庫の中の野菜やら肉を勝手にたくさん使った。そして食卓にプレートを用意して焼肉をし始めた。あ、これは私たち2人の分なので、お母さんは別に自分の分を作ってくださいね。そんなこと言われても、食材が冷蔵庫にないし。カップ麺があるだろ。そう言ってニヤニヤする長男夫婦。私に対して仕返しをしているようだ。こうやって勝手に食材を使うんなら、食費をもらえないかしら。はあ、無職の俺たちに金を請求するのか。信じられないわ。ない金は払えないっつーの。夫のことでいっぱいいっぱいなのに、長男夫婦にこんな風に迷惑をかけられて私は精神的に参っていた。そのため私は感情的になって怒ってしまった。いい加減にしてちょうだい。いつまでも子供じみたことを言ったりして恥ずかしくないの？くだらないことばかりしてないで働きなさいよ。このニート夫婦が。な。そんな言い方ひどいわ。だって本当のことでしょ。悔しかったら働きなさいよ。私はそのように怒鳴った。長男夫婦は顔を真っ赤にして怒っていたが、私は無視して外に食べに行った。だが翌日から長男夫婦は私を無視をするようになった。私が話しかけても一切無視をするばかり。私も構っている余裕はないので、無理に話そうとはしなかったのだが、食材を買っても冷蔵庫に入れておくと勝手に使われてしまう。そのことに文句を言っても無視をされる。夫のことで手一杯なのに、そうやって長男夫婦に振り回されて本当に大変だった。そして無視をされて気がつけば1ヶ月が経っていた。私は夫の容態があまり良くなかったので、そっちに気を取られていたのだが、そんな中で長男夫婦はありえない行動に出た。それはある日、私が夫の病院の見舞いから帰ってきた時のこと。嘘でしょ。なんと私の荷物が私の部屋からなくなっていたのだ。すると後ろから歩いてくる気配が。振り返ると長男嫁がニヤニヤ笑っている。お母さんの荷物は全部ゴミ置き場に捨てたわよ。この家は私たちがもらうから。は、何を言ってるの？すると長男も私のところにやってきた。父さんはもう長くないんだろ。だったらこの家は俺のものだろ。それが少し早くなるだけだ。母さんは出て行ってくれ。あんた、そんなこと言うなんて最低よ。お母さん、早く荷物を確認しに行った方がいいんじゃないですか。誰かが勝手に持ち出しているかもね。数少ないブランド品とかが盗まれてるんじゃない？そうやって私をあざけ笑う長男嫁。別にブランド品などはどうでもいいが、夫からもらった大事な思い出のものとかが勝手に取られているかもしれない。私はすぐに家を出てゴミ置き場に向かった。すると長男嫁の言う通り、乱雑に私の荷物が置かれていた。ああ、よかった。大事なものは全部無事だわ。私は捨てられた荷物を車に積んだ。こんなことをするなんて、一体どういう神経をしているのだろうか。
もう我慢できない。私の中で何かが切れた。そしてある行動に出ることに。それから1ヶ月後、私のもとに息子から鬼電がかかってきた。だが電話の声は長男嫁だった。ちょっと。なんで私たちが家を追い出されなきゃいけないのよ。それは私が家を売ったからね。一体どういうことよ。どうしてお母さんが。慌てふためく長男嫁。あの家は私が株の投資で稼いで買った家よ。だから私の名義なの。そんな。嘘だろ。母さんが。あんたも知らなかったのね。まあ確かに言ってなかったか。母さん。俺たちが悪かった。だから助けてくれよ。この家を追い出されたら、もう頼れるところはないんだよ。それなら、ゆかさんの実家にでも行けばいいじゃない。私の実家は無理なの。お父さんがパチンコにはまっちゃって、借金ができるほどにのめり込んでるのよ。それでお母さんとも離婚しちゃって。あらら、そうなのね。どうやら長男嫁の実家は大変な状態のようだ。長男夫婦は電話口で懇願してきた。だがもう遅い。そんなの私には関係ないわ。どうやらあなたたちは怒らせる相手を間違えたようね。私と夫はもうあなたたちのことを見捨てるから、あとは自分たちで何とかしなさい。そんな。私はそう言って電話を切り、着信拒否にした。その後、長男夫婦は家を強制的に追い出された。風の噂では、公園とかで30代のカップルらしき2人組が野宿をしている姿が頻繁に目撃されているらしく、その話を聞いて私はすぐに息子夫婦のことだと思った。未だに住む家すらないのは気の毒だが自業自得だ。今度も絶対に私たちは一切関わることはしない。ちなみに私は病院のすぐ近くの高級マンションを購入した。新しい部屋はとても快適で、夫の病院の見舞いにもとても行きやすくなった。夫は最近容体がやっと安定してきて回復し始めているようなので、退院してから新居で一緒に暮らすのを私は楽しみに待っている。大体ね、あなた、マサトにどれだけ自由にさせてもらっているか自覚してるの？マサトは大企業に勤めて月に50万も稼いでいるのよ。本来ならあなたは家庭に入って激務をこなして家族を守っている夫を支えなきゃいけないのよ。それなのに私がいくら言ってもあなたはそうやって生意気な態度をとってくるわよね。いい加減もう限界よ。マサトとは離婚しなさい。そう言って義母は引き出しから離婚届を取り出してきた。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫のマサトとは結婚して5年になる。結婚してから私たちはそれなりに幸せに暮らしていたが、とあることをきっかけに私たちの関係は崩れていった。そのきっかけとは義母だ。私と夫はもともと2人で賃貸のマンションに暮らしていた。しかし2年ほど前に義父が病気にて他界。一人になった義母は、やたらと同居を迫ってくるようになった。私は正直言って同居には反対だった。やっぱり夫婦2人で暮らしたかったし、同居をする場合は義実家に住むことになる。私は今の賃貸マンションがとても気に入っていたから、引っ越しをしたくなかったのだ。だが義母は同居をしたいと言い出すようになってから、何度も我が家に来るようになった。夫も最初は、まだ同居しなくても、母さんも元気じゃないか、と言っていたが、義母が何度もやってくると、めんどくさくなってきたのか、のぞみ、母さんがここまで言ってくるから同居してやろうと思うんだけど、どう？と義母の推しに負け始めてしまった。結果的に2対1となってしまい、私は同居を承諾せざるを得なくなってしまったのだ。こうして始まった義実家での同居生活。だがそれは地獄の始まりだった。義母はとても古い考え方をする人で、嫁である私が働いていることが気に食わないらしい。
どうしてマサトの方が先に帰ってくるのかしらね。普通は嫁は晩ご飯を作って夫を出迎えるものでしょう。遊ぶ金欲しさに働いて家事がおろそかになるようなことをするなんて最低な嫁ね。義母はそう言って私のことを毎日のように責め立てる。私は遊ぶ金のためではなく、生活費のために働いているんです。私はそう言うが、義母は全く耳を貸さなかった。そうやってごまかそうとしたって無駄よ。マサトの稼ぎだけで十分なんだから仕事はやめなさいよ。義母はそうやって私に仕事を辞めるように言ってきた。母さん、やめろよ。のぞみは俺たち家族のために働いてくれてるんだから。そうやって制限させるようなことは言わないでくれ。でも、夫は義母が私を責め立てると、飛んできて私を守ってくれる。義母は一人息子である夫に言い返されると言葉に詰まってしまう。自分の大事な息子とは争いたくないという感じだ。のぞみさんに洗脳されてるようだから、私がいつかその洗脳を解かなきゃ。義母は夫がいない時に私にそう言ってくる。ただ嫁いびりがしたいだけなのか、それとも古い考え方で頭が凝り固まっているのかはわからないが、もう少し柔軟になってほしいものだ。そもそも同居を迫ってきたのは義母の方なんだし、夫が毎回私を守ってくれるので、夫がいる時は義母は私に対して口うるさく言わなくなった。だが少しでも夫がその場からいなくなると、ここぞとばかりに嫌味を言ってくる。どうしてあなたはマサトに食べさせてもらっているというのに、食器洗いをマサトにさせているの？信じられないわ。これは私たち夫婦が2人で決めたルールです。マサトさんが料理ができないので、私が毎日作る代わりに皿洗いはマサトさんがやることになったんですよ。私がそう言うと義母は嫌そうな顔をする。私の時代はそんなこと許されなかったわ。それにあんなまずい料理を作っておいて、何上から目線でいるのかしら。もっと美味しい料理を作ってから皿洗いを頼みなさいよ。マジであんたの分だけ毎日飯抜きにしてやろうか。そんなことを本気で思った。私は基本的に薄味で調理をしていた。夫の健康診断の結果があまり良くなかったからだ。それに義母だって高齢だし、健康には気を使った方がいい。だから薄味にしていたわけで、そんな風に文句を言われる筋合いはない。嫌なら自分で作れっていう話だ。そして義母に対しては他にも不満がある。それは金遣いが荒いことだ。義母はすぐに新しい服とか高いブランド物のバッグなどを買い出す。買った服をいつも鏡の前で合わせているのを見て私は顔をしかめてしまう。お母さん、また服を買ったんですか？何よ、文句あるの？別に、あなたがお金を出しているわけじゃないんだから、いいじゃない。マサトがたくさん稼いでいるから、あなただってこうやって裕福な暮らしができているのよ。そのマサトを産んだのは私なんだから、あなたは私にもっと感謝すべきよ。本当ならあなたが遊ぶために働いているお金、全部私につぎ込んでほしいものだわ。私はゾッとした。義母なら私の給料をそのまま渡したらすぐに使い切ってしまいそうだ。絶対にそんなことはしないでおこう。幸い自分の口座の通帳はすでに電子に変えていたので、通帳を見られる心配はない。共有口座の方は私の部屋に厳重にして隠しておこう。それにしても義母に対して真実を言えないのは辛い。実は私と夫の稼ぎを比べると私の方がはるかに上だ。私は一般企業の会社員として働いており、現在は課長のポジションにいる。その上で、土日は数年間の留学をして培ってきた英語力を活かして、オンラインでの英語講師をしている。私は自分で言うのもなんだが、人気の講師だ。だから会社員と英語講師の収入を合わせると結構なものになるのだ。一方で夫はもともとは大企業で働いていたのだが、仕事が激務すぎて心を病んでしまった。その結果、退職することになり、
現在はアルバイトをしながら再就職先を探している最中だ。とは言ってももうそんな生活を2年ほど続けているので、多分だが正社員の仕事を探すつもりはないんじゃないかと思う。同居をする際に夫は義母に心配をかけさせたくないからと、自分が心を病んで退職したことは話さないでほしいと頼み込んできた。もし知ったら前の会社に怒鳴り込みに行くかもしれないからだそうだ。確かに息子を溺愛している義母ならそういうことはやりかねない。私は夫の頼みを聞いて義母には収入については言わない約束をしていたのだ。だが義母はことあるごとに夫が稼いで私を養っていると言ってくる。義母の無駄遣いだって私の収入から出ているというのに、こんな風に言われて存在に扱われるのは納得がいかない。少しずつ私の中でストレスが溜まっていった。そんな中、ある日私のもとに友人から連絡が。彼女とは忙しくて半年ほど会っていなかった。だからいきなり連絡が来て嬉しかった。もしもし、どうしたの？あ、のぞみ。旦那さんってまだ再就職ってしてないんだよね。そうだけど、なんで旦那の話？いや、私さっき取引先のところから帰ってくるところで、車で街中を通ったんだけど、のぞみの旦那さんが若い女の子と腕を組んで、歩いているのを見かけちゃって。私は頭が真っ白になった。夫が不倫。そんな、ありえない。私たちは喧嘩することだってあるけれど、仲のいい夫婦だ。夫は義母から私のことを守ってくれるし、家では普通に会話もする。それなのに不倫だなんて。だが友人が冗談を言っているとも思えない。久しぶりの連絡だし、しかも仕事をしている日中にわざわざ電話をかけてきている。そんな悪ふざけをする友人ではない。私は夫を信じたい気持ちと不安な気持ちで心の中がぐちゃぐちゃになった。これはもう白黒はっきりさせるしかないと思い、私は興信所に調査を依頼することに。調査結果が出るまでの数週間は本当に落ち着かなかった。そしてそういう時に限って義母はめんどくさかった。マサト、私今度海外旅行に行きたいわ。海外？どうして急に？お友達がね、還暦のお祝いに息子さんからヨーロッパ旅行をプレゼントしてもらったんだって。だから私も今度の誕生日にヨーロッパ旅行に行きたくて。そうか、母さんは今度還暦か。夫は腕を組んで目の前で考え出した。いやいや、あんたが悩むことじゃないから。お金を出してるのは私。そして絶対に反対。私はそんなことを心の中で考えていた。夫に対して不信感を抱きながらも、まだ結果が出ていない以上、収入のことは言わないようにしていた。すると夫はいいよと承諾してしまったのだ。これにはさすがに私も止めに入った。ちょっとマサト。そんなこと勝手に決めないでよ。ヨーロッパ旅行って結構かかるじゃないのよ。私が慌ててそう言うと、義母が食ってかかってきた。何よ。あんたには頼んでないわよ。私はマサトにお願いをしてるの。家にお金を入れてない上に、家事もまともにやらないあなたが口を挟まないでちょうだい。義母は私に向かってそう叫んできた。そして止まらなくなったのか、さらにこう続けた。だいたいね、あなた、マサトにどれだけ自由にさせてもらっているか自覚してるの？マサトは大企業に勤めて月に50万も稼いでいるのよ。本来ならあなたは家庭に入って、激務をこなして家族を守っている夫を支えなきゃいけないのよ。それなのに、私がいくら言ってもあなたはそうやって生意気な態度をとってくるわよね。いい加減もう限界よ。マサトとは離婚しなさい。義母はなんと私に夫と離婚をしろと言ってきた。これには私もそうだが、夫も驚いている。ちょっと。母さん何を言ってるんだよ。離婚だなんて勝手に決めるなよ。
マサト、あなたこの女に騙されているよ。この女はね、あなたを都合よく利用してるだけなんだ。だからこのまま一緒にいたらきっと不幸になるわ。だから別れなさい。そう言って義母は引き出しから離婚届を取り出してきた。まさかこんなものまで用意しているとは思わなかった。夫もびっくりしている。母さん、いい加減にしてくれよ。なんで離婚届まで用意してるんだよ。夫はどうやら私とは離婚をする気はないらしい。この時、私は少しだけ淡い期待を持っていた。夫が私と離婚をしたがらないのは、私のことを愛しているからだと。そして友人が見たのは他人の空似だと。夫は不倫なんてしておらず、ちゃんと私のことを思ってくれている。そう信じたかった。だから夫が拒んだように私も離婚届にサインすることは拒んだ。しかしそんな私の淡い期待はすぐに打ち消されることになる。興信所の調査結果が出たと連絡が来たので、私はそれを受け取った。中身を確認すると、そこには夫の不倫の現場を写した写真が何枚も入っていた。やっぱり夫は不倫をしていたのだ。私はショックだった。そして同時に激しく怒りが湧いてきた。家ではいい夫を演じておいて、夫は裏では若い女と楽しく過ごしていたのだ。不倫相手はバイト先のカフェの店員だそうだ。24歳で私や夫よりも10歳も年下だ。相手がそんなに若いこともあったのか、私は一瞬にして夫への愛情が冷めた。そしてそのタイミングで義母が本当にヨーロッパ旅行を予約してしまった。もちろん私は行くつもりはなかったのだが、義母は勝ち誇った顔で、のぞみさん、あなたはお留守番よ。いつもマサトの稼ぎを好き放題使ってるんだからね。と言ってきた。ただでさえ私が行かないのに、嫁いびりがひどい義母と不倫をした夫の海外旅行費なんて出したくはない。だから私は夫に耳元で言ってやった。あなた、今回は自分のお金で行ってね。すると夫はかなり動揺して小声で言い返してきた。ちょっと待ってくれよ。夫婦のことなんだからちゃんと支払ってくれよ。あくまでも私に頼るつもりのようだ。この時、夫が私のことをお金を稼いでくる、都合のいい家政婦という風にしか認識していないことがはっきりと分かった。私、あなたと離婚するわ。は？どうして離婚になるんだよ。私は義母にも聞こえる声で言っていたので、義母はとても嬉しそうに離婚届を持ってきた。やっとこの家から出ていくことにしたのね。マサト、よかったわね。これであなたのお金をドブに捨てなくて済むようになるわよ。ああ。夫はここまで隠してきてしまった手前、義母に対して真実が言えないようだ。義母に促されるままに離婚届にサインをした。私はそれを受け取り、じゃあ私が責任を持ってこれを出してきますから、と言って荷物をまとめて出て行った。義母は勝ち誇った顔でニヤニヤしながら、借金を背負ったって助けないからね、と言って私を見送った。夫は何も言わずに下を向いてうつむいていた。とりあえず私は実家に戻り、離婚届の自分の箇所を記入し、承認欄を両親にサインしてもらって離婚届を役所に提出。そしてもちろん弁護士を通して、内容証明を元夫と不倫相手の職場に送った。元夫の連絡先はブロックしているので連絡は来なかったのだが、その代わり元夫は一人で実家にやってきた。私は会いたくなかったので父が対応したのだが、元夫は慰謝料なんて支払えないということをひたすら言ってきたそうだ。義母がいないところを見ると、おそらくまだ義母には何も話していないのだろう。父が元夫を問答無用で追い返してくれたので、私は元夫の顔を見ずに済んだ。そして弁護士を通して、分割でもいいから必ず支払うことを約束させた。だがそれから3ヶ月ほど経った頃、今度は元義母と元夫が2人で実家に押しかけてきた。私は両親の勧めで実家で暮らしていたので、
ちょうど2人が来たタイミングに家にいた。今回もまずは父が対応してくれた。私と母は聞き耳を立てながら様子を見る。すると元義母の叫び声が聞こえてきた。どうして私たちの家のライフラインが全て止まるのよ。あんたのところの娘が何か細工をしたんでしょ。もしかしてマサトの給料を横取りしてるんじゃないでしょうね。そんな声が聞こえてきて、この人は逆にすごいなと感心してしまった。自分の息子の非は決して認めないんだな。あくまで私を悪者にしたいんだな。私はなんだか元義母が哀れに思えてきて、二人の前に顔を出すことにした。元義母は私に気づくと目を見開いて怒鳴った。あんた、やっと顔を現したわね。あんたのせいでマサトも私も大変な目に遭ってるのよ。どうやったか知らないけど、早く電気や水道を使えるようにしなさいよ。あんたのせいで私は還暦のお祝いのヨーロッパ旅行にも行けなかったんだから。そのように叫ぶ元義母に私は冷静に言ってあげた。離婚をした時点で私には公共料金の振り込みなどを行う役目はないです。その辺はすべてマサトさんにお任せしていますよ。ライフラインが止まるってことはマサトさんの給料では支払えていないからじゃないですか。私がそう言うと元義母は声を荒げた。あんたバカなの。マサトは大企業に勤めていて、今は月50万を稼いでいるのよ。支払いができないわけないでしょ。どうやらやっぱり元夫は元義母に言っていないようだ。私は現実を教えてあげようと、自分の源泉徴収票を元義母に見せてあげた。こっちが会社の収入で、こっちが英語講師での収入です。英語講師。元義母は目をパチパチとさせている。そして源泉徴収票を見て目を見開いた。確かに月に50万ほどもらってるわね。それじゃあ、マサトの給料って。私と別れる直前のままだったら、カフェのパートタイマーだからだいたい手取りだと月に6万くらいじゃないでしょうかね。6万。そして不倫の慰謝料も支払わないといけないから、生活費に充てるお金はほとんどないんじゃないでしょうか。不倫。どうしてマサトは大企業に勤めるエリートサラリーマンじゃないの。元義母は自分が思っていたものと現実があまりにもかけ離れすぎて、今にも倒れそうだった。元夫は気まずそうに、母さんごめん。ずっと言えなくて、と謝った。すると元義母はとんでもないことを言い出した。のぞみさん。私が悪かったわ。何も知らないで勝手なことを言って。しっかりと反省するから戻ってきてちょうだい。この人は一体何を言っているのだろうか。よくこの状況で戻ってこいなんて言えますね。私はマサトさんと離婚してますので赤の他人です。戻る理由もありませんし、それに不倫されて嫁いびりまでされて、さらにはあなたたちをまた養わなければいけないのに、誰が好き好んで戻るのでしょうか。これ以上、ここに居座るなら警察を呼ぶので早く立ち去ってくれますか。私が冷静に淡々とそう言うと元義母と元夫はと情けない声を出して去っていった。一応私は接近禁止令を出して、元夫や元義母が私の前に姿を現したら通報できるようにした。その後の二人についてだが、元夫は私が内容証明を職場のカフェに送ったことから、職場の人たちから冷たい目で見られるようになり、不倫相手と一緒に自らカフェのバイトを辞めたらしい。だが慰謝料の支払いをしなければいけないので、現在はバイトを掛け持ちして結局激務で、心を病んだ頃と同じくらいの仕事量になっているそうだ。不倫相手には捨てられてしまったそうで、現在は元義母と二人で生活しているらしい。しかし元義母にだんだんと認知症の症状が出始めていて、現在は借金返済のために一生懸命働きながら介護もしなければいけないというハードな日々を送っているそうだ。ほんとざまあみろって感じだ。
一方、私はそのまま実家で住み続けながら、ものすごい勢いで貯金をしている。現在はかなり貯めることができていて、近々投資にチャレンジしてさらに資産を増やして、数年後にはセミリタイアできるようにしようと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。